父さんと母さんが大切なのは僕じゃない。所詮世間体なんだ。僕は二人の操り人形じゃない。そう言って俺は家を飛び出した。待って、雄一郎。母さんの声も無視して。両親にそんな態度を取ったのは生まれて初めてのことだった。中学3年生の夏休み明けの実力テストで思うような結果を出すことができなかったのが直接的な原因。最後にあった英語のテストが終わった瞬間、結果が最悪なことを覚悟した。手応えが全くなかったからだ。結構難しかったよな。クラスの友達の何人かはそんなことを言っていた。そんな声を聞いて、できなかったのは自分だけじゃなかったんだとほっとしていたが、それが本心でないことは1週間後に分かった。散々な結果だったからだ。これまでで一番悪い順位だった。こんなんじゃ父さんの後輩にはなれないわよ。父さんが通った県内屈指の進学校に俺が行くことを生きがいにしていた母さんが厳しい口調で言う。最後の夏休みが大切だって何度も言っただろう。一体何をしていたんだ。父さんが呆れたように言った。夏休みを制する者が受験を制す。学校の先生だけでなく塾の先生にも言われ、これ以上ないくらい受験勉強に明け暮れた。それでもダメだったのだ。テストの結果に一番危機感を持っていたのは俺自身だ。それなのに俺の気持ちに寄り添おうとせず、自分の気持ちを押し付ける両親の無神経な態度に無性に腹が立ってきた。思わず俺は目の前にあった成績表をビリビリに破いて家から飛び出した。家を出たはいいが、どこにも行くあてがない。時間にしてどれくらい歩き続けたのだろう。1時間だったかもしれないし、30分だったかもしれない。時間の感覚がなかった一番の原因は腹が減りすぎていたことだったと思う。とうとう歩く気力がなくなり、俺は川沿いの高架下にうずくまった。どっと疲れが出たせいだったのだろうか、急激な睡魔が俺を襲った。少年、どうしたの？いつの間にか眠っていたらしい。女性からそう声をかけられて、俺は目を覚ました。顔を上げると、目の前には60歳にも70歳にも見える女性が立っている。年齢不詳だったのは、俺がまだ中学3年生で大人の年齢を判断する能力が身についていなかったからではない。その女性はボロボロの服を身にまとい、白髪は伸び放題、そこから覗く顔も汚れていたからだ。何でもありません。俺は女性にそう答える。なんでもないってことはないだろ。こんな夜遅い時間に少年が一人でうずくまっているんだからさ。女性の語り口調は威勢が良かった。俺はその場から離れたかった。ホームレスに対する免疫がなかったというか、失礼かもしれないが、その女性と話すことで自分がもっと惨めになると考えたからだ。息を吸って体に力を込める。立ち上がろうとしたが、空腹のあまり体がよろけてしまった。お腹空いてるんじゃないのかい？待ってな。女性はそう言って近くにあったテントに入っていった。その時立ち去ろうと思えばそうすることはできただろう。しかしなぜかその時の俺は何も考えずそこに座っていた。俺がその時そんな行動をしたのもおそらく必然だったと考えるようになったのは随分と後のことだ。しばらくして女性は戻ってきた。私にはとっておきの晩飯なんだけど、少年にも分けてあげるよ。女性はそう言って手にしていたカップ麺を俺に差し出す。俺は躊躇しなかった。鼻をつくカップ麺のいい匂いに誘われて思わず手を伸ばす。そして女性から手渡されたカップ麺を思い切りすすった。全部食べるんじゃないよ。私だって腹減ってんだから。そう言われて俺は箸を止める。
カップ麺を覗き込んで安心した。なんとかまだ麺が残っていたからだ。すいません。そう言って俺はカップ麺を女性に渡す。そして女性が箸を持っていないことに気づき、俺が使った箸を渡すべきかどうか迷った。俺の考えたことが分かったように女性が言った。その箸でいいよ。反対側を使うから。ところで、こんな時間のこんな場所になぜ睾丸の美少年が一人でいるんだい？残ったカップ麺を食べながら女性が尋ねる。腹が少し満たされて気持ちに余裕が生まれたのか、試験の結果を両親に咎められて家を飛び出したことを俺は女性に説明した。女性はそう言ったっきり何かを考えたような表情になる。そしてにっこり笑って言った。結果で見返すしかないね。って、そんなこと分かっています。でも希望校に合格できるか不安しかないんです。思わず本音が出た。しかも自分でも驚いてしまうくらい大きな声で。すると女性はまっすぐに俺を見据えて言った。知ってる？諦めなければ不安の先には希望があるのよ。強い目力に説得力を感じたが、同時に別の思いが頭に浮かぶ。ああ、ホームレスなんかにそんなこと言われたくないって思ったでしょ。頭に浮かんだ思いを見事に見抜かれて俺は固まった。確かに今の私はホームレスだけど、人生経験はそれなりに積んでるからね。将来こんな風になりたくなかったら、もっとがむしゃらにやってみなさい。そうしたらきっと道は開けると思うよ。女性は諭すように言った。俺の本音を聞いてもらえたからだろうか、それともさっき大きな声を出したからだろうか。俺は気持ちがすっきりしていた。不安になったらまたここに来てもいいですか？ああ、いつでもいいよ。俺は女性に見送られて家に帰った。家では両親が玄関の前で俺のことを待っていた。ただいま。俺がそう言うと母さんが泣きそうな顔でお帰りなさいと返す。父さんは何も言わなかったが目は潤んでいたかもしれない。その一件があって以来、両親は俺の成績について何も言わなくなった。俺が出て行った後、両親が雄一郎を信じようと話し合ったのを知ったのは俺が希望校に合格してからのことだ。雄一くん、よかったらこれ。あの日以来すっかり仲良くなった直美さんがそう言って俺に何かを差し出す。直美さんとはカップ麺を俺にくれた女性のことだ。俺の名前を雄一と間違って呼んでいたが、特に直してもらおうとは思わなかった。理由は教えてくれなかったが、1ヶ月前からホームレス生活を送っているということだった。直美さんが俺に差し出したのは手編みの手袋。手の甲の部分についているニコちゃんマークが可愛らしい。こんなものしかあげられなくてごめんね。でも受験の時は寒いからさ、防寒対策に使って。俺は直美さんの心がこもっているような気がしてすごく嬉しかった。社会人3年目のある日、俺は気合を入れて取引先に向かっていた。半年ほどかけて進めていた契約をいよいよ締結する日だったからだ。その日は朝から木枯らしが吹く厳しい寒さだったので、俺は必勝アイテムを身につけて家を出た。直美さんからもらった手袋だ。諦めなければ希望が待っているという直美さんの言葉を信じて、最後まで諦めずに受験勉強に打ち込んだ結果、俺は希望校に合格した。それ以来、人生の転機となる日、いつも直美さんからもらった手袋を持参するようになる。不安な気持ちが募った時、その手袋に触れると自然と気持ちが落ち着いたからだ。希望した大学に合格することができたし、第一志望の会社にも就職できたのはその手袋のおかげだったと思っている。
その直美さんとは俺が高校合格を伝えた日を最後に会えなくなってしまった。高校の入学式の日、例の高架下に立ち寄ったが、直美さんが生活していたテントがなくなっていたからだ。その後もたまに気になって高架下に足を運んだこともあったが、直美さんはいなかった。よし、取引先の会社に到着し気合を入れる。すると俺は後ろから声をかけられた。松田君、今日はよろしく。声の主はこの会社の田中専務だった。社外の人間をさん付けではなくくん付けで呼ぶこの専務が俺はちょっと苦手。言葉がきついし、どこか見下したような態度を取られることがしばしばだったからだ。俺に担当者が回ってきたのも、前の担当者と専務との馬が合わなかったことが原因だった。契約を発注する方が立場が上なんだから、うちが言うことを実現するように努力しなさいよ。専務からそんな言葉を浴びせられたこともある。そう言われたのは、契約の打ち合わせで聞き入れるのが難しそうな要求をされた際、俺が表情を変えた瞬間だった。会社の前で俺に声をかけてきた専務の目が止まる。視線が俺の手に向けられているのが分かり、俺はしまったと思った。専務が文句をつける格好のネタを与えてしまったと考えたからだ。こんなのつけて社会人として恥ずかしくないの？案の定、専務は俺にきつい言葉を言い放つ。確かに25歳にもなって手の甲にニコちゃんマークのついた手袋をしている男性はいないのかもしれない。しかも10年以上使っているだけあって結構ボロボロだった。だからといって誰に迷惑をかけるわけでもない。恥ずかしいと思わないからはめているんですよ。危なかった。あまりにひどい言い方をされて頭にきて、そういうところだった。これは私にとっての必勝アイテムなんです。今日は大切な契約締結の日なので身につけてきました。そんなボロボロの手袋、見た人の気分を害するとは考えないの？そこまで配慮できない人間は社会人としてどうなのかしら。あからさまに不機嫌そうな表情をして専務がそう言い放つ。私の配慮が至りませんでした。申し訳ございません。俺は深々と頭を下げた。契約の締結に立ち会う役員の中には専務もいる。こんなところでへそを曲げられて契約の締結に差し障っては俺の半年間の努力が台無しになるからだ。するとここから事態は急展開する。俺が顔を上げると同時に専務が姿勢を正して頭を下げた。視線は俺の後方に向けられていたから俺は後ろに誰かがいることが分かった。松田さん、ごきげんよう。俺はそう声をかけられた。上品な言い方をする声の主が誰なのか見なくても分かる。社長秘書の上条玲香さんだ。玲香さんはこの会社の社長令嬢でもある。あ、上条さんこんにちは。いつもお世話になっております。俺がそう答えると上条さんはにこやかな表情。約束の時間に間に合わないといけないので私は失礼します。約束の時間まではまだ少し余裕があった。しかし俺は一刻も早くその場を去りたかった。上条さんの登場により専務から逃げられると思った俺はそう言って歩き出そうとする。その時だ。松田さん、その手袋。上条さんはそう言ったっきり言葉が続かない。しかも目が潤んできたように見えた。この手袋はある人から10年くらい前にもらいました。勝負時には必ず持参する必勝アイテムなんです。俺の説明に上条さんはうんうんという感じでうなずいた。ちょっと失礼します。そう言って上条さんは慌てた様子で俺たちから離れながら持っていたバッグからスマホを取り出して誰かに電話をしている様子だった。少し距離があったので会話の内容まではわからない。ただ上条さんが電話をしたことで俺がその場から
立ち去るタイミングではなくなってしまった。電話が終わったらしく、上条さんが再び俺たちのもとへと近づく。今日の契約手続きが終わられたら社長室まで来ていただけますか？はい。上条さんの問いかけには何か理由があるのだろうと思ったが、詳しいことまでは聞けず、別に断る理由もなかったので、俺はそう答えた。社長室へと向かう俺の足取りは軽かった。契約を無事に終了することができたからだ。しかし、社長室が近づくにつれて、俺の気持ちは少し複雑になる。上条さんが誰かに電話したことと、俺が社長室に呼ばれたことに関連性を感じられなかったからだ。社長室の受付デスクには上条さんがいた。お待ちしておりました。すでにお待ちかねです。立ち上がった上条さんがそう言って社長室のドアをノックする。お見えになりました。上条さんが告げると、中から社長のどうぞという声が聞こえた。少し緊張しながら社長室に入る。次の瞬間、俺は固まった。社長の他にもう一人女性がいたからだ。その女性の顔に俺は見覚えがあった。綺麗なスーツを着て、髪はショートボブ。綺麗にお化粧もしているが、目の前にいるのは紛れもなく10年ぶりに会う直美さんだった。思わず俺の目から涙が溢れ出す。会いたかったです。もっときちんとお礼を言いたかったのに、どうして急にいなくなったんですか？俺の声は思いがけず大きくなっていた。突然姿を消してごめんなさい。ひたむきな雄一くんの姿勢を見習わなきゃって思って。そこまで言った直美さんが一旦間を置く。そして俺を見据えて言った。感謝しているのは私の方です。で、社長に促されて俺はソファーに座る。それから二人は俺を社長室に招いた理由を説明してくれた。驚いたことに直美さんはこの会社の会長だった。2年前直美さんは社長の椅子を息子に譲ったそうだ。そして自分がいつも会社にいては社長が仕事をやりにくいだろうと考えて、たまにしか会社には顔を出していないらしい。直美さんが俺に感謝しているのは、再び会社に戻る勇気を俺がくれたからだそうだ。俺と直美さんが初めて会った時、直美さんはホームレス生活を始めて1ヶ月ほどが経っていた。ご主人が急逝し、今の社長はまだ若かったから、直美さんは自分が社長にならざるを得なかった。しかし、社長業のプレッシャーに耐えられず、誰にも告げずに家を飛び出してしまった。何もかも投げ出したかったの。知り合いをたどったりしては、すぐに居場所を突き止められてしまう。と考えた直美さんが選んだのが、ホームレス生活だった。最初の頃、直美さんは、何にも束縛されない生活に居心地の良さを感じていたそうだ。しかし、日が経つにつれて、会社のことが気になり始める。そんな中、俺と出会ったのだという。諦めなければ不安の先には希望がある。直美さんは俺にそう言いながら、実は自分に言い聞かせていたそうだ。そして俺が高校受験に挑む姿勢を見て刺激を受けたという。直美さんの言葉を借りると、その時の俺は目の輝きが初めて会った時と全然違っていたそうだ。そして俺は結果を出した。言葉だけじゃダメ。次は自分が行動する番だ。直美さんはそう考えたらしい。そして趣味の手芸を生かして俺に手袋を編んでくれた。手袋を渡した次の日には俺に黙っていなくなることを決めていたそうだ。さよならを言わなかったのは俺の前で泣いてしまうと考えたかららしい。雄一くんと会っていた頃の私って自分の弱さを他人に見せる勇気がなかったの。直美さんはそう言った。でも直美さんは俺の姿を見て気づいたことがあったそうだ。すべてをさらけ出すことは弱さではなく、
次の一歩を歩き出すためには必要なんだって。会社に戻った直美さんは再出発の日、今の社長に勝手な行動を謝罪した後で、自分が抱えている不安を全部伝えた。そして力強く言った。これからは一人で全てを抱え込まないことにする。一緒に頑張っていきましょう。って。直美さんが社長業に復活してから会社の業績は順調に伸び、息子さんに社長の椅子を譲ったという。直美さんのホームレス時代の俺とのことを上条さんは知っていたらしい。もちろん手の甲にニコちゃんマークの入った手袋を俺に渡したことも。雄一くんには感謝しきれないくらい感謝している。もう一度会いたいね。住所をきちんと聞いておけばよかった。直美さんがそう言っていたことも上条さんは覚えていた。だから俺の手袋を目にした時、まさかと思ったそうだ。しかし直美さんが口にしていた名前は雄一で、俺の名前は雄一郎。人違いかもしれないと思って上条さんは直美さんに電話を入れて確認した。おばあちゃんが言っていた雄一さんって眉間に大きなほくろがある？って。直美さんは俺のほくろをはっきりと覚えていたらしい。人違いならそれでもいいや。そう考えた上条さんは直美さんを会社に呼んだという。今の私があるのはすべて直美さんのおかげです。ありがとうございます。俺がそう言うと直美さんが言い返す。この会社があるのは雄一郎くんのおかげだと思っています。ありがとう。俺は初めて直美さんから正しい名前で呼んでもらえた。ところで今日の契約はまとまるのかい？直美さんが社長に尋ねる。もちろんですよ。なんといっても会社の恩人が担当者なんですから。社長は即答した。人生ってどこでどうつながるか本当にわからないものだな。俺はそう思いながらも、中学3年生の時に芽生えた直美さんとの年齢差60の友情をこれからも大切にしていきたいと考えた。